どうも、モブです。今回は、土器の洗浄の仕様についての動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、今シーズンから、土器の洗浄にバランス調整が入るよ。そのため、新しいルールの紹介を中心に、新要素の影の武装や、土器の洗浄本来の仕様について、詳しく説明していくよ。まず、一つ目は、土器の洗浄。シーズン8のルールについてだよ。シーズン8では敵の HP が向上するよ。そのため今まで以上に敵を倒すのに時間がかかるため2分を切ることが難しくなる可能性があるよ。次に戦闘時間が80秒を超えると投資効果が大幅に向上するよ。この投資効果とは敵に与えるダメージやブレイクダメージが増加するものであり、80秒を超えると楽に戦えるようになるみたいだね。そのため立ち回りをうまくすれば2分を切ることも簡単になりそうだよ。次は水晶属性が1種類から2種類に増加するよ。この水晶属性とは敵の弱点となる属性のことを表していて、これまでより幅広い編成での攻略が可能になるよ。また次のルールでは指定された耐性属性の武器やハンターを編成すると120秒間与えるダメージが低下するため売価を使いにくくなり、これまでとは全く違う土器の洗浄を味わうことになるよ。次は SR ハンターのステータス補正が SSR ハンターと同一になるよ。そのためこれまで全く使用されていなかった SR ハンターが活躍する可能性が高くなり、それに伴い SR 専用武器の需要も出てきそうだね。さらに今回のルールを踏まえて SR の長剣や SR 武器の採用率が高くなるため分解しないで確保しておくようにしよう。2つ目は今回の新ルールや新要素を踏まえ土器の洗浄の仕様について説明するよ。まず今回からボスの特性に水晶属性と耐性属性が2つずつ付与され、耐性属性のハンターや武器を編成すると与えるダメージが大幅に減少するよ。そのためこれまで活躍しなかった武器やハンターを使用する可能性があるため新鮮な感覚になりそうだね。次は土器の洗浄では敵のレベルによって特定のステータスには制限がかからないよ。特定のステータスとはクリティカル率やクリティカルダメージ、ダメージ増加、防御力貫通、精密度のことだね。特にクリティカル率やクリティカルダメージが重要であり、かなり低く設定されているため売価や身延べなどのクリティカル関連能力を増加させる効果が土器の洗浄では大きく活躍するよ。次は武器についてだよ。土器の洗浄では武器のレベルのみ反映されない仕様だよ。またその他のスキルレベルや凸効果は反映されるようになっているため魔力エキスの使用やガチャでの凸は早くクリアする上で有効な手段になるよ。次はハンターについてだよ。ハンターもレベルシンクによりステータスが統一されているよ。このレベルシンクとは全てのオレアラのプレイヤーが同じ能力値のハンターを使用できることを表しているけど、キャラクターや武器の次元進化の効果は反映される仕組みのため実際には凸状況によって攻撃力に大きな差が生まれるよ。次は影についてだよ。まず土器の洗浄では剣能と呼ばれる影のリーダースキルは適用されるよ。そのため痕跡を使って等級を上げることも有効な手段だね。また新要素の武装効果もしっかりと反映されることを確認したよ。そのため武装を解放するときは効果を読んで慎重に選択しよう。次は質問が最も多いアーティファクトの強化についてだよ。土器の洗浄ではアーティファクトの強化値は反映されずセット効果のみ有効であるよ。その証拠として未強化 8V と二重強化 8V で与えるダメージの検証を行っても精密度以上の変化は確認できず強化値が無効であることが分かったよ。
次はスキルについてだよ。土器の戦場ではスキルレベルと等級は反映される仕組みだよ。そのため英雄等級と伝説等級では大きな差が生まれることになり、伝説等級を多く所持していることが求められるよ。もし欲しいスキルルーンがある人は現在開催中のログインボーナスの8日目の報酬で伝説のスキルルーン選択ボックスがもらえるため慎重に選ぶようにしよう。次は祝福の石についてだよ。土器の戦場では祝福の石は全て反映されるよ。しかし洞察を使用する際はステータス振り分けで一定数値知能に振る必要があるよ。本来土器の戦場ではレベルシンクによりステータスの振り分けは意味がないものの、洞察や悪魔王の探検などの効果には反映されるようになってるよ。そのため今回の祝福選択ボックスで洞察を選んだ人はこの仕組みを覚えておこう。次はコアだよ。土器の戦場でコアはステータス値を除き等級や特性が反映されるよ。そのため装着する際は属性を合わせてコアの特性が発動するようにしよう。次は土器の戦場の交換ショップについてだよ。専用ショップでは今シーズンから深淵の結晶と特殊設計図が新たに追加されるよ。また深淵の結晶は破滅の力と土器の戦場でのみ獲得可能であり、同様に特殊設計図もゲート探索のダンジョンブレイクと土器の戦場のみでしか手に入らないよ。そのためこれらのアイテムは一定期間希少価値が高く、土器の戦場での順位がゲームの進行に大きく影響することになるため、これまで以上に土器の戦場に真剣に取り組もう。最後にオートモードで敵の体力増加と80秒以降の投資効果の火力を見ていこう。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。